走馬灯じゃないんですけど、その日起きた時の映像がゆっくりこう自分の中でこう映し出されて、ワンボックスカーだったんですけど、突っ込んで全身バーって向こうの車に入って意識なくしたんですよ。やはりこう生かされてるタイミングっていうのはすごい感じます。だから今生きてるのも本当にその当たり前じゃない。マサさんも知ってるんですけど、改めて言いたいな。どっちかというとこう生きてる意味とか、そういうところ系の方がいいから、まあもういい話はもうこれで十分なんです。ここで僕の今生きてる意味を考えさせてくれてるところあるんで、もう回してます。あ、そうです。僕ヒデで、今年現時点で34歳で一般製造業の会社なんですけど、4年前2021年の時に僕名古屋に、転勤で名古屋に行ったんですけど、その時僕バイクが好きで、バイクよく乗ってたんですよ。で、実はその時にある大きい事故あったんですよ。いや、僕です。まさに言ってないんだっけ？いや、事故した後会ってるのあれ？そう会ってるんだけど、で、どういう事故かっていうのと、その後、僕の人生の転機っていうところでも関わってくるかなっていうところなんですよね。で、僕大型バイク、コロナ後に名古屋に行ったんですけど、大型を行き乗りで取って大型乗ってたんですけど、で、当時買い物をしてて、で、2車線のある道路だったんですけど、僕、左車線走ってて、で、車がこう横から、いわゆる多分どっかお店から出てきて、で、僕が、出てきたと思って、こう右に避けた時に、この車が左車線から、思いっきり U ターンしてきたんですよね。で、いわゆる、またいで U ターンしたんで、僕が、その車の真横に、ワンボックスカーだったんですけど、突っ込んで、で、全身バーって向こうの車に入って、意識なくしたんですよ。で、その時にこう首とか、こう今あるんですけど、ここ全部血だらけになって、で、その時っていうのは、僕は初めて多分、フラッシュバックがあって、走馬灯っていうかあっいや、たんですか？本当に走馬灯じゃないんですけど、その日起きた時の映像がゆっくりこう、自分の中で、こう、映し出されて、それはぶつかる瞬間にで多分皆さんわかると思うんですけど、この事故の映像とか、ドラマとかで、こう、事故った時にこう、ゆっくりなるじゃないですか。あれ、ほんまになります。へー。で、その時に、こう、今日朝起きて、で、バイク出したシーンとかもゆっくり出されて、で、最終的に、で、僕が意識戻した、気づいたのは、救急車が来た後なんですけど、本当に、そういうスローモーションになるのは初めて感じて、で、最初、その日は、そのまま病院送りで、実は、コロナで、僕、大きな骨折なかったんですけど、その日意識戻して、で、退院になったんです、その日。そのまま病院から家に、もう帰っていいですって、なったんですよ。血だらけなのに、その状態で。大きい、外傷なかったんですよ。でも、後日、いろいろ検査したら、前十字と後十字の靭帯全部切れてて、で、手術することになったんですけど、そこがポイントではないんですけど、で、僕が言いたいのは、この事故、こういう事故、バイクと車の事故で、すぐにバイク側が亡くなることってめちゃくちゃ多いんですよ。で、僕なんか結構飛ばして、で、車なんかこう横になって壁になったってことで、こう、頸椎とか、この辺やってもうすぐ亡くなっちゃう感触で多いんですけど、僕はこう言いたいのは、もうこの事故を受けて僕は生かされてると思いました。まだ死ぬ時じゃないあなたはっていうのがもう僕の一つの中で、思ったっていうのと、あとは皆さん、バイクはほどほどにっていう元気に。だから本当にそういうこともあって、やっぱりこう生かされてるタイミングっていうのはすごい感じました。だから今生きてるのも本当に当たり前じゃないっていうところもありますし、常にちょっと感謝はしてるところあるっていうのと、あとはもちろんバイクもそうですけど、やっぱ安全第一っていうところでは。人生観はやっぱ変わる？変わります。本当に当たり前じゃないっていうか、一つ一つが、もちろんちょっと薄れてはきてますけど、
やっぱり加藤浩次さんみたいなのが当たり前じゃないから当たり前じゃないんだけど、でもやっぱり生かされてる感は本当に強いです。だから別にこういう事故を受けてみんなそういうふうにこう思ってくれっていうわけじゃないんですけど、実際にこういう事故を受けて死んでもおかしくなかったケースで生かされているというところで、皆さんにそういう視聴者とかね、見てたらあれですけど、生きることが本当に辛いことであって、で当たり前のことじゃないんですよ。で皆さんね、結構こう命をこうね落としたいとか自殺したいとか、ね、そういう方もいらっしゃるんですけど、やっぱりこう粘り強く生きることが、僕もそうですけど、まだ生かされていいよって言われてる身もからしたら、生きることはすごい大事だと思ってて、だから皆様にも生きることは辛いんだけど楽しいこともあるよと。すごいな。そうなんです。本当そういう出来事があって、僕は今生かされてるっていうので、だからポジティブにもなれてる。だから本当は人生辛いっていうのが前提だと思うんですけど、その中でも楽しいことあるんで、ぜひお店来てください。宣伝着地点どこ？宣伝してくれた。いやでもすごい。いやほんまにいろいろちょっと今混ざっちゃったけど、本当に生きることは楽しいですっていうところも、はい、あとは常に感謝して生かされてるっていうのは自覚すれば人生も良くなるんじゃないかなと思ってますけどね。はい。言いたいのはこれだけです。最終的には怪我完治はしてます。してます。感じあはいじゃあだいぶもう普通にボルトが入ってるとかはない。ボルトは入ってるんですけど、完治はしてました。はいはいはい。もう通院とかはもう全然、大丈夫なんだ。1年半前ぐらいに。じゃあよかったですね。なんかすごい。いい話ですね。なんかいや本当皆さんこう生きてるとこう毎日の生活でなんか生きてる意味がっていうか考えちゃうじゃないですか。なんでこの毎日この同じことやったりとか。でもそれ実は小さいことで、奈々さんもさっき言ってたけど、別にこう大きくこう視点を広げればそんなの別にどうでもいいんですよ。楽しく元気よく健康で生きればいいんですよ。はい、ちょっとだけ僕のことを話すると、さっき僕がこの店始めたきっかけの一つが、僕地元が岡山で親友、数少ない親友のうち、僕含めて3人いて、でなんとなくね岡山から同じタイミングで東京出てきて、で1人はプロボクサーやって、で1人は飲食店やって、で僕は映像制作やってて、でただなんかね3人でなんかいつか岡山でなんか飲食店をやろうって話をしてたんですけど、でそのうちのプロボクサーだった子は岡山帰って今もう10年以上お店やってるんですよ。日本酒のお店やってるんですよ。で僕はこっちにまだずっと残ったまんまで、もう一人のその飲食店やってた子がやっぱり事故に遭っちゃって、実は今もねずっと寝たきりなんですよ。バイクですか？車、自転車もそう。自転車もそうなんですよ。はい。でそのままずっとね意識が戻らないまま今も寝てて、で3人でいつか飲食店やりたいなみたいなのがあって、彼の意識が戻るかどうかわかんないけど、なんかその3人でやるみたいなのはちょっとあったんですよ。でこの店やるっていうのもなんかそういうなんかいろいろな組み合わさって、映像半分っていうのはあるんですけど、そうだから生きてるって本当に当たり前じゃないっていう日比さんの言葉はちょっと僕はちょっと違うアプローチですけど、本当にそれは思いますね。そのことは植物そう今も岡山で寝てるんです。そうなんですよ。だから14年ぐらいかなもう経つんですけど、今も意識が戻らないんですよね。14年間意識戻らない状態でやっぱこう感謝の気持ち、だから常にその感謝の気持ちって忘れがちなんですよ。僕も今薄れてるんですけど、改めてやっぱり生かされてるっていうのは常に感じながら生きた方が幸せだと思います。まずは引き強いですね。初日からこの2つ。本当ですね。いや3つはい。私はこちらされて美味しい料理ありがとうございました。皆さんやったーやったーありがとうございます。